iPhone が大好きなさくらです。今回は大逆転 iPhone ばらまきで買えなかった方へ最後のチャンスをつかむ方法、こちらをテーマに話をしていきたいと思います。この動画では3月3連休の iPhone ばらまき事情、私と皆様の成果報告、今後の予想と対策、これらについて解説していきます。特に今回 iPhone をゲットできなかった人にも役に立つ内容が含まれています。ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルではタブレット、スマホ、スマートスピーカー、周辺機器などのガジェット、パソコン、テレビなどの家電を有効に活用してもっと生活を便利で豊かにするための情報を発信するチャンネルです。気に入ったらチャンネル登録をお願いします。それでは本題に入ります。2022年3月の携帯事情はご存知の通り家電量販店を中心にドコモ、au、ソフトバンクで iPhone が大幅割引していて、しかも全国展開しています。注目の案件としては iPhone SE3 MNP で一括1円、 iPhone 12 MNP で一括1円、 iPhone 13 mini でレンタルもしくは一括で特価、 iPhone SE2 MNP で一括1円。この辺りがよく聞く案件ですよね。Twitter や YouTube のような SNS では iPhone のばらまき情報が活況でお祭り状態でした。朝から長蛇の列ができていたとか、どこの家電量販店でどの iPhone が特価だったのか、在庫があったのかなかったのか、買えたのか買えなかったのか、いくらで買えたのか、店員に予約でいっぱいで断られたとか、ふらっと店に立ち寄ったらさらっと買えたとか、様々な状況報告がありました。ところが実際に家電量販店で価格や在庫を調べようとすると、電話で教えてくれるところは少ないのが現状です。仮に教えてくれたとしても在庫がないとかキャンペーンの価格は電話で教えてくれません。そこで私は関東地方の家電量販店を調査しました。対象は千葉県と埼玉県の大手家電量販店です。ヤマダ電機11店舗、ケーズ電機7店舗、エディオン1店舗、野島を1店舗、上信を1店舗、キャリアショップを12店舗調査してきました。地方だと店舗が離れているのでめちゃめちゃ時間がかかりました。我ながらよく頑張って調べてきたと思います。褒めてくれる方はぜひグッドボタンをお願いします。オラに元気を分けてくれ。結果から言うと、地方で開催している実際のキャンペーン状況はあまり良くありません。調査の対象にしたのは一括で買える特価販売です。実際に特価販売をしているのは5店舗くらいでした。よくあるレンタル案件もごく少数の店舗だけです。ほとんどの店舗ではキャンペーンを開催せずに通常販売の状況でした。これが千葉や埼玉の地方での現状です。もちろん都心に近いとキャンペーンをやっているのでしょうが、遠いので行っていないです。では地方民の私の成果を報告します。本当にヘトヘトになるまで家電量販店を走り回りました。私の成果は何の成果も得られませんでした。ネタにしか見えないこの展開。いや、むしろネタであってほしいと思っているのは私の本音。正直、これだけ回って買えなかったなんてありえるのでしょうか。いや、ない。あってたまるか。本気で嘘だろ、と思いました。視聴者の皆様の成果を見てみましょう。アンケートにご協力いただきありがとうございました。本当に感謝です。内容を見てみましょう。3連休に合わせたようなタイミングで登場した iPhone SE3 が 8%、 一番人気の iPhone 12が 31%、 およそ3分の1が iPhone 12をゲットしたみたいですね。おめでとうございます。続いてなかなか見つけられなかった iPhone 13 mini が 7%、 意外と iPhone 13 mini をゲットした人も多いんですね。私はほとんど見つけられなかったので羨ましいです。そして 52% の方が何の成果も得られませんでした。といった風に約半分の方が特価 iPhone をゲットできなかった結果になっています。年度末商戦は3月までです。まだ3月は終わっていません。まだ特価の iPhone を手に入れてないんです。まだだ、まだ終わらんよ。ということで、まだ iPhone を手に入れてない方向けに今後の予想を立てていきます。まずは連休前に気になっていた総務省に寄せられている通報の状況です。 iPhone 12 mini を端末単体で購入したい旨を伝えたところ、回線契約をする人に販売するため
端末単体では販売できないと販売を拒否された。電話で端末購入を予約したにもかかわらず、店舗に行くと在庫がない、対応したスタッフの間違いと言われ、販売を拒否された。店前のポップには MNP で端末1円、端末購入のみだと22,001円になると案内があるのに、端末単体購入の旨を伝えるとおよそ35,000円になると言われた。通信契約込みだと22,000円以上の割引になるのかと問い合わせたが相手にされなかった。このような通報が総務省に来ていると発表されたことで、特価販売がなくなる可能性があると思っていました。しかし、家電量販店の一括販売に全く影響なし。iPhone SE3 のような熱い端末が一括1円で登場する始末。さらに過熱する流れになりました。正直、特価販売が過熱する3連休前にこの発表かと残念な感じがしたんですが、全く意味なかったですね。菅総理大臣が携帯料金の値下げを言い続けた結果、やっと重い腰を上げて安いサブブランドが誕生したような感じでした。それほどの圧力がないと特価販売を止められないんじゃないでしょうか。少なくてもすぐに終わることは考えにくいです。次は MVNO の事業環境の整備に関する政策提言2022です。MNO による最新型ハイエンド端末の1円販売への対処がなされてないことで、MVNO からの流出につながっている現状になっていると指摘されています。まさにその通りで、MVNO を乗り換えの玉にしている現状があるわけです。一括1円販売をやめろと、今言っても対応に時間がかかります。少なくても年度末の3月いっぱいまではこの状況は続くと考えられます。つまり3月の残りは最後のチャンスなんです。具体的には3月最終週末3月25日から28日あたりまでが最後のチャンスになります。そして期待しているのは都心部に集中していた特価販売が地方へ拡大することです。規制がかかる以前、キャッシュバック付きでスマホをばらまいていた頃は、都心で特価販売していて、月末になると地方へ拡大していきました。その経験からだとキャンペーンは月末に地方へ拡大する可能性があると思っています。地方まで拡大すれば、私のような地方に住んでいる人にもチャンスは巡ってくるはずです。では今後の注目の案件を見ていきましょう。iPhone SE3 が MNP で一括1円。iPhone 12が MNP で一括1円。iPhone SE2 が MNP で一括1円。このあたりの定番製品はしばらく変わらないと思います。一部地域では iPhone 12が品薄といった情報が流れていましたが、場所によって流通量と人気が違う影響なんじゃないかと思っています。私が見た中では iPhone 12が一番多かったですね。iPhone 13がキャンペーン対象として登場したり、iPhone 13 mini が再登場する可能性もあります。見つかったらラッキーです。特に iPhone 13は新色のグリーンが登場しました。もし、この色があればもっとラッキーです。ぜひ押さえておきたいですよね。ただ、どんなグリーンなのか見たことがないので好みが分かれるかもしれませんね。年度末の週末は、私たちのような iPhone を手に入れてない者にとっては最後の聖戦です。お得情報には耳を傾けて、お得に iPhone をゲットしましょう。今回のまとめです。総務省の通報の影響はありませんでした。MVNO の政策提言の影響もありません。少なくとも3月までは影響は少ないと予想しています。どのキャリアも必死に新規ユーザーを増やしに来ていますからね。3月の最後の週末、3月25日から28日あたりが勝負です。この週末はぜひお得な iPhone をゲットしてください。キャンペーンが都心から地方へ拡大する可能性があります。地方だからといって諦めないで。まだチャンスはあります。慌てず諦めずチャンスを待ちましょう。あなたは iPhone の投げ売りキャンペーンについてどう思いますか？よかったらコメントに残していってください。このチャンネルでは今後もお得なスマホや通信会社の情報を発信していきます。あなたのお役に立てれば嬉しいです。高評価ボタンや低評価ボタン、どちらでもいいので押してもらえると次の動画に役立ちます。コメントまでしてもらえると最高です。最後までご視聴ありがとうございました。